さて、今回はですね、MD アナリシスという、分子シミュレーションの世界をガラッと変えつつある、すごい Python ライブラリについて見ていきたいと思います。テーマは、分子の密かなダンスを翻訳する。このツールが一体どうやって目に見えない分子の動きを僕たちに教えてくれるのか、その秘密に迫っていきましょう。で、まずはじめに皆さんにちょっと考えてみてほしいんですけど、分子の動きってどうやったら見れると思いますか？例えば、飲んだ薬が体の中でどうやって効いているのかとか、病気の原因になっている分子が何をしているのかとか、これ全部分子が絶えず動いてるから起こることなんですよね。このめちゃくちゃ小さな世界で繰り広げられるダンス、一体どうやったら観察できるんでしょうか？そう、その分子のそやかなダンス、これこそが生命の謎を解くためのめちゃくちゃ重要な鍵なんです。僕たちが教科書とかで見るタンパク質の図ってカチッとした形をしてるじゃないですか。でも実際は全然違う。常にうごめいて形を変えて、お互いに影響し合って、そうやって僕たちの生命活動を支えてるんですよね。そこで登場するのが分子動力学、いわゆる MD シミュレーションという技術です。これ何かっていうと、コンピューターの中に本物そっくりの分子の世界を作り出して、物理の法則に従ってその動きをずーっと追いかけるんですね。言うなれば、分子の世界専用の超高性能なハイスピードカメラ、そんなイメージです。ただですね、このカメラすごすぎるがゆえに、一つ大きな問題があるんです。それがデータの量。もうとんでもない量になるんですよ。たった1回のシミュレーションでテラバイト級のデータが出てくるなんてザラなんです。テラバイトってもう高画質の映画が何百本も入っちゃうくらいのサイズ感ですよね。これをただ、はいどうぞって渡されても、情報が多すぎて何が何だかさっぱりわからない、まさに情報の洪水状態です。このもうどうしようもない情報の洪水を何とかしようってことで開発されたのが今回の主役、MD アナリスです。そう、まさに分子の世界の翻訳者、その登場ってわけですね。MD アナリシスが何なのか、それを一言で表すと、もうこの言葉以上にしっくりくるものはないですね。シミュレーション結果のための万能翻訳機と、複雑なデータを扱うための魔法の杖。これ、どういうことかっていうと、いろんな研究室で使われてるシミュレーションソフトって、それぞれ出すデータの形式が微妙に違う。言ってみれば方言みたいなものなんです。MD アナリシスは、そのバラバラの方言を、データサイエンスの標準語である Python で扱える形にスパッと翻訳してくれる、そういうわけなんです。じゃあ MD アナリシスのすごいところって具体的に何なのっていうのがここにまとまってます。まずオープンソース、つまり誰でもタダで使える。これ大事ですよね。で、さっき言ったみたいにいろんなシミュレーションプログラムのデータを読める、この不可能の深さ。そしてここが本当に肝なんですけど、原子の座標データみたいなもうわけのわからない数字の羅列をNumPy 解列っていう Python を使ってる人なら誰でも知ってるめちゃくちゃ扱いやすい形に変えてくれるんです。これがあるから科学者が自分でプログラムを書いて自由にデータを分析できるようになったんですね。じゃあその魔法の杖、実際にどうやって使うんでしょうか？難しそうに聞こえるかもしれないですけど、実はコンセプトはびっくりするくらいシンプルなんです。ちょっとその中身を覗いてみましょうか。基本的な使い方はたったの3ステップ。本当にこれだけです。まずステップ1、シミュレーションデータを丸ごとユニバースっていう箱に入れます。これが全データですね。次にステップ2、その箱の中から自分が見たい原子のグループ、例えばこのタンパク質のこの部分だけみたいにアトムグループとして選び出します。で、最後のステップ3はその選んだグループがどう動いたかを分析する。ほら、シンプルでしょ？今のユニバースとアトムグループの関係、映画で例えるとすっごくわかりやすいと思います。ユニバースっていうのが撮影した映画のフィルム、全部、素材丸ごとです。で、アトムグループっていうのがその膨大なフィルムの中からこの主役の俳優だけとかこの悪役のグループだけみたいに特定の登場人物だけを抜き出して追いかける感じ。わかりますかね？で、この俳優を選ぶっていう作業こそが MD アナリシスの一番すごいところなんです。例えばこのコード。たった1行ですけど、これがめちゃくちゃパワフルなんですよ。コンピューターに命令してるんです。ねえ、
データの中からタンパク質っていうグループで、しかも名前が CA、つまりアルファ炭素っていう原子を全部見つけてきてって。これだけです。これ、どういうことかわかりますか？たった一個の命令で、ごちゃごちゃと何万個もひしめき合ってる原子の中から、タンパク質の骨に当たる部分だけを一瞬で抜き出せちゃうんです。ものすごい量の、まさにカオスなデータの中から意味のある情報だけをスッと取り出す。これぞまさに混沌から明瞭へ。MD アナリシスのパワーがここにあります。さてさて、ここから話がさらにぐっと面白くなりますよ。このデータを自在に操る MD アナリシスの力。これが今一番ホットな分野。そう、AI と結びつくととんでもないことが起きるんです。そう、MD アナリシスは物理シミュレーションっていういわば物の世界と AI っていうデータのパターンを読む世界、この2つをつなぐめちゃくちゃ重要な架け橋なんですね。どうやってつなぐかっていうと、MD アナリシスが分子の複雑な動きを原子と原子の距離がどう変わったかとか、タンパク質のこの部分がどれくらい曲がったかみたいな、AI がなるほどこういう数字のパターンねって理解できるデータ、専門用語で言う特徴量というものにきれいに翻訳してくれるからなんです。これって研究のやり方が根本から変わる、まさにパラダイムシフトなんですよね。昔はもう研究者が手作業で時間もかかるし間違いも多いし大変な解析をしてた。それが MD アナリシスが出てきたことで作業が自動化されて誰がやっても同じ結果が出るようになった。これが今です。そしてこれからMD アナリシスが翻訳したデータを AI に学習させることで次に何が起こるかを予測する。薬の開発みたいな発見のスピードをぐーんと加速する。これが僕たちが今まさに突入しようとしている未来なんです。じゃあ、このすごい技術、僕たちの生活にどう関係してくるのって思いますよね。そのインパクトが一番はっきり現れるのが、やっぱり未来の医療の分野なんです。例えば AI を使った創薬。新しい薬の候補が病気の原因になっているタンパク質にどうやってくっついてどうやって邪魔をするのか。その一瞬の出来事をシミュレーションと AI で何万通りも試して一番効きそうなやつを予測するわけです。あるいはがんの研究。肝がんの細胞の中でどのタンパク質が悪さをしているのか。その動きを MD アナリシスで分析して新しい治療法の的を見つけたりもしています。コンピューターの中の話がもう現実の医療を僕たちの未来を変える力になってるんですね。しかもこれだけパワフルなツールがどこか一つの会社が作った製品じゃないっていうのがまたすごく大事なポイントなんです。見てください、この数字。223人以上。これどこかの会社の社員数じゃないですよ。MD アナリシスっていうツールをもっとよくしようぜって世界中から自分の時間を使って集まってきた科学者とか開発者の数なんです。みんなでアイディアを出し合ってコードを書いて、まさに科学コミュニティが自分たちの手で育ててる、そういうエンジンなんですね。で、その中身を見てみると、9割以上が Python で書かれてる。これもものすごく重要です。なんでかっていうと、今の AI とか機械学習の世界ってもうほとんど Python で動いてるから。だから他のすごいツールとも簡単に連携できるし、新しいアイデアを持った人がすぐ開発に参加できる。このオープンな感じ、この柔軟性こそがオープンソースの最大の強みですよね。そして、この素晴らしい活動を支えているのが、NUM フォーカスっていう非営利団体なんです。だから、どこか特定の会社の都合とか利益に縛られることなく、純粋に科学を前に進めるために、このツールが成長し続けていけるわけです。もはや MD アナリシスはただの便利な解析ツールじゃないんですね。国や研究室の壁を越えて世界中の科学者たちが分子について語り合うための共通言語になりつつあるんです。このパワフルな言語があれば今まで見えなかった分子たちのダンスの意味を僕たちはもっと深く理解できるはずです。さて、この翻訳機を使って僕たちは次にどんな病気の謎を解き明かすことになるんでしょうか。未来の医療はこの目に見えない小さな世界のダンスをどれだけ理解できるかにかかっているのかもしれませんね。